おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回使用するのは新しく実装された空上ジョリーン。どこからでもかかってきな。今まで第3部から第5部までの参戦だった本ゲームにとうとう第6部が追加。近距離タイプで火力が低めな代わりにリーチの長さが特徴。リーチの長さは光一くんより1キャラ、ブチャラティより2キャラ分程度短い。火力とリーチ以外の使い勝手はブチャラティとほぼ同じ。次にこのキャラの最大の特徴であるストーンフック。糸を伸ばして障害物に引っ掛けることでその方向へ大ジャンプを行う、いわゆる立体起動を行うことができる。これにより縦横両方の機動力に優れ、縦移動能力に関してはジョルノを上回る。ただし一度に精神力を半分以上消費するため連続使用はできず、高所から使用した場合は着地硬直がしっかり発生する。アルティメットスキルは前方にネットを投擲し命中した相手をスタン状態にするストリングジェイル。車線上であれば複数の敵に命中する他ガードスキルも無効化することができるが、ディアボロのバニシングには回避される。発生から着弾までが早く相手のアルティメットスキルの出だしに命中させれば中断することができるので1対1で非常に強い。ただしスタン時間はそれほど長くなく、ジョリーンの火力では体力シールド満タンの相手を一度のストリングからの攻撃で仕留め切ることはできない。また見た目ほど当たり判定が大きくないため、きちんと狙って使用しないと外れることがままある。レベルマックスにすることで最大2回使用できるため、相手の消耗具合などよく考えて運用していきたい。それでは本編行ってみよう。まとめて相手してやるわ。ジョリーンを使ってみた感想としては、機動力特化の超リーチ近距離キャラ。レベル2のストーンフックを解放することで立体起動を行い縦横問わず高い機動力を発揮する。ここでやり合ってもいい。気の毒だけど。じゃあブチャラティは倒せたがジョルノにダービーの資格を1体取られてしまったか。まあアルティメット一発目を解放できたのでよし。ストーンフックは地面に当てても使えるため、移動時に使うことで常に高速移動ができる。発生音が足音より小さいので、長距離から存在を感知されにくいというのも地味に優秀。建物の外から一気に高所を取れるため素早いポジション取りがやりやすく、後から来るプレイヤーに高所からの不意打ちが決めやすい。正面の緑の建物に光一くん発見。敵に攻撃されているわ。ストーンフリー。そしてこのムカつき食らわせろ。アクト3。いいえ、もうおしまいよ。うるせえぞ。ジョリーンの攻撃力はポルナレフと並び近距離タイプ最低クラス。リーチはあるがポルナレフのような当たり判定や手数はないし、防御手段も持っていない。レベルマックスには慣れたがかなりシールドを消耗してしまったのでここからは慎重に動かなくては。実装初日だけあって周りはジョリーンだらけ。多少シールドは戻せたがこれ以上の消耗はしたくないので極力戦闘は避けよう。ここで発揮されるのがストーンフックの真骨頂。他のキャラでは不可能な川から陸橋へのジャンプで一気に戦闘地域を迂回する。さてこのまま人数が減るまで身を潜めたいところなのだが、遠くの方でリゾットの攻撃音がするので屋外にはあまりいたくないんだよな。いつの間にか透明化で近寄られて射撃やアルティメットで削られる危険性がある。ここは空いている屋上を取りに行くか。なんだあいつ。しめえ。しまった隣の建物に先客がいた。ここに来てこのダメージはかなりまずい。とにかくここは右隣の建物から殴られないようにしつつ、不意打ちを食らった方から接近されないようにするしかない。てめえ。うわダメージ覚悟で殴りながら突っ込んできた。普通に飛び降りれば向こうもダメージを受けずに済んだのにああいう動きはとても困る。しかし高台を取っていた甲斐はあって下では3人減った。リゾットもいなくなって残りは全部ジョリーンだな。体力は心もとないがここはやるしかない。ここは牽制を繰り返して相手を下がらせ、別方向から接近してきた方にはギリギリの距離で迎撃する。さあ残るは向こうだ。ストーンフリー。チクショー。やれやれだ。殴り合いをギリギリ制し、
最後の一人にアルティメットからの追撃で勝利。攻撃手段が似ているブチャラティとの最大の違いはやはりこれ。当たりさえすれば追撃が確定し、距離を詰めればラッシュの回転率が上がるので相手に体力があっても一気に持っていける。しかし殴り合いになることは変わりないので体力管理をしっかりして、終盤余裕を持って戦えるようにしたい。それでは次の対戦行ってみよう。どこからでもかかってきな。ジョリーンもジョータロウや奥安ほどではないが、とにかくチップを1枚取らないと始まらないキャラ。ストーンフックの機動性は視覚やアイテムの回収に非常に有用で、他のキャラに対してアドバンテージを取りやすい。正面の視覚のさらに向こう側からプレイヤー。いや待て視界の外からも足音がする。と思ったらもう一体の視覚だった。視線を外さず攻撃に専念していれば相手のジョリーンを倒せたかもしれないが、まあここの視覚を取ればアルティメットを解放できるのでよし。ジョリーンはストーンフックで建物の外からアイテムが見えたらすぐさま飛び込めるので、外からアイテムが見やすいエジプト回路との相性が何かと良い。当然他にもジョリーンがいれば同様なので、実装初日でジョリーンが多い今回はマップのアイテムがガンガン枯渇していく。またもや光一くんか。今度は何？やれやれだわ。シーズン9ではソロ戦使用率ぶっちぎり最下位だった光一くんだけど、今シーズンでアップデされてちょいちょい見かけるな。しかし居場所さえ分かっていればジョリーンは何かと相性が良い。なんで？確かに、バカなって感じよ。僕だって成長してるんだ。ストーンフリー！ぶちのめす！避けてんじゃねえ！結構当てたがやはり火力の低さがきつい。しかし屋外ならばこっちのもの。一番叩き込みやすいあなたの体の角度。そのまま眠りな！ストーンフリー！これでレベルマックス、なのだがまたしてもシールドを消耗してしまった。火力の低さで長期戦は免れられない上、リーチが同等以上の相手には殴り返されて消耗戦になる。後半殴り合いのために体力が必要なジョリーンはレベル4でアルティメットを解放したら、無理をせずにポジション確保を優先した方がいいんじゃないか、と今になって思う。とにかくあとは回復を探して後半戦だな。さてここまでの道中かなり建物を飛び回ったんだけど、全くシールドが残っていない。それもそのはず、今回の対戦もジョリーンだらけでアイテムがガンガン消えるためだ。うるせえぞ。おとなしくしてな！ストーンフリー。あんな風に突っ込んできたらそりゃアルティメットをぶち込む。しかしこの体力じゃちょっと反撃されただけできつい。とにかくこれ以上の消耗はしたくない。隣の建物の相手にこちらを狙わせないようにしつつ次の安全エリアを目指す。最終エリアは開けた地形。ジョリーンのリーチならまだ他のキャラに対して有利に戦えるしアルティメットも一発ある。さて残りはどこだ？おい女、新手のスタンド使いか。何やってんのよ！てめえ！気に入るのは、もう少し顎が右向いてくれた時だけ。もう帰っていいぜ。さてここに来て一気に人数が減ったな。残りはハイディオ様とジョリーンか。ハイディオ様は平地でロードローラーを迂闊に使うと、当たらなかった方から終わり際を狙われるので迂闊に撃てない。躊躇している今がチャンス。邪魔はするな。全員ぶちのめす！ただまあいいや。ショックな話とそのスタンドってのは前向きに受け取ってやるぜ。というわけでジョリーンでした。高い機動力でフィールドを駆け回り、長いリーチとアルティメットで相手を翻弄する近距離タイプキャラ。ブチャラティと異なるのはアルティメットのおかげで狭くなった終盤のエリアでも、厄介なガード持ちのジョータロウなどと真正面からやり合えるところ。ただし火力の低さと手数が平凡というのは結構きつい。アルティメットからの追撃で仕留めきれなかったことを考え終盤はもっと体力を残しつつ、常に先手を打てるような立ち回りを心がけていきたい。それではご視聴ありがとうございました。